はい、皆さんこんにちは。今日はね、前回に引き続きまして、通販サイトのね、テムで、ちょっと購入したものをね、またちょっとご紹介していきたいと思います。第2弾ということで、前回ね、いろんなものちょっとね、山の開拓で使う、工具関係とかね、道具の方を買いましたけれども、今回はですね、ちょっとまた爆買いしてみましたので、そちらのね、買ったものをちょっとご紹介していきたいと思います。はい。で、今回はですね、金額としてだいたいね、52,000円ほどね、買ってみました。結構なね、金額なんですけれども、激安通販サイトのテムでね、5万円ちょっとのね、買い物するとどれだけ買えるかということで、ちょっとね、爆買いということでね、買ってみました。で、今回ジャンル的にはですね、パソコン関係の周辺部品とかですね、あとガジェット系をね、ちょっと買ってみましたので、そちらの方をね、一緒に見ながらご紹介していきたいと思います。YouTube やってるとね、他の YouTuber の方もなんですが、パソコン関係はね、もちろんいろいろ揃えないといけない部分もありますしね、あとガジェット系ね、あとカメラ、あとそちらの撮影関係のね、機材の方も、いろいろと使いますんでね、ちょっとそういったものをね、多少買ってみましたので、そういったものをね、ご紹介できればいいかなと思います。はい。かなりの量があります。ちょっと大きいものからね、あと小さいもの、結構細かいものとかね、いろいろありますけれども、ちょっとね、一番金額がね、安い順からね、今回もご紹介していきたいと思います。一旦ちょっとね、片付けます。はい。じゃあ今回もですね、前回と同様に、この動画のね、リンクの方から、クーポンコードをね、入力しますと、15,000円分のね、クーポンと、今回はですね、2点 30% オフの商品をね、選べるということで、そちらの方もね、動画の最後の方でご紹介したいと思います。前回はね、90% オフありましたが、今回はね、ちょっと選んだものが、高額なものがございましたので、30% オフね、2点選べるということで、そちらもね、動画の方でご紹介いたしますので、最後までね、見ていただければと思います。はい。で、15,000円分のクーポンでね、今回買えるもの結構ありますんで、まだテムのアプリとかね、まだ登録してない方は、よろしければね、この機会に新規登録して、15,000円分のクーポンとね、あと欲しい商品があればね、30% オフ、適用できますので、そちらの方をね、ご覧いただければと思います。はい。じゃあまずね、今回は、パソコン周辺パーツ、あとガジェット系ということで、USB ケーブルの関係とかね、あとカメラ周りとかね、パソコン周辺パーツ、そちらのものをね、ちょっとメインで買ってみましたので、そちらの方をね、ご覧いただければと思います。はい。じゃあ、まず1点目がですね、こちらです。はい。これが一番安い商品でした。金額の方がですね、343円というふうになっております。で、これ何かと言いますと、ちょっと開けてみます。今回ね、ちょっと USB 関係の、ケーブルとかね、最新式のものをちょっと買ってみましたので、そちらのご紹介になります。はい。で、これ何かと言いますと、USB の充電ケーブルとかですね、そういったものになるんですけれども、いろんなものがついてます。で、この USB ケーブルね、かなり柔らかいやつですね。はい。硬い USB ケーブルじゃなくて柔らかいタイプです。で、タイプ A からね、こういう風にしまして、で、こちらの方にね、タイプ C とね、マイクロ USB、あと iPhone のね、ライトニングケーブル、こちらがね、セットになっております。はい。これかなりね、使い勝手いいんじゃないでしょうか。はい。例えばね、こういった、今回ポータブル電源使いますけれども、こちらでね、はい、挿します。そうしますと、はい、こんな感じでね、ちゃんと充電ができます。はい。はい。で、合わせてね、これ Type-C、これ GoPro のね、今撮影しているバッテリーの充電。はい、これもできます。はい。ということでね、全部ね、できます。100W なんですね、これ。見えますか？ 100W。はい。100W まで充電できますので、かなりのね、充電力があります。はい。こういった感じでね、3つともついてますので、例えば車の中とかにね、これ1個あれば、かなりね、いろんなものに対応できます。はい、じゃあ2点目ですね。はい、こちらです。はい、これ何かと言いますと、購入時の価格で369円ですね。で、USB の充電アダプターキットという風になっておりまして、データケーブルセット 60W という風になっております。で、これ何かと言いますと、はい、よくね、たまに困る時がありますね。こういった Type-C のケーブル、こういう風に、1本あるんですが、
両方ともね、こういったタイプ C ケーブルとかね、た場合にタイプ C の、挿すところがないとかっていう場合ですね、こういったタイプ A とかにこう変換できるやつですね。はい。で、あとはね、ライトニングコネクタ、こちらがですね、iPhone ですね。iPhone にこういう風に変換できます。で、もう一つもね、マイクロ USB 入っておりますので、これですね。なので、まあ、先ほどのね、このケーブルと同じような感じで使います。で、さらにアダプターがついておりますんで、まあね、パソコンの方にタイプ C ケーブルがついてたりとか、まあ、最近一番新しいね、iPhone ですとタイプ C になっております。私のはね、まだ iPhone 14なのでね、普通のライトニング、こちらですね。こういう風になるんですけれども、まあ、そういったものがね、いろいろ変換できますので、これ1セットあれば充電がね、いろんなものできますんでね。はい。まあ、これとね、似たような感じですね。はい。ただこちらは 60W になっております。はい。じゃあ次はね、これです。はい。419円ですね。購入時の価格で419円。これ2つともね、同じ金額ですが、ちょっと中身が違います。2つとも開けてみます。はい、これですね。はい。これ何かと言いますと、これも充電ケーブルですね。で、マックス 120W までいける充電ケーブルです。いや、これすごいですね。はい。タイプ A とタイプ C の変換と、あとね、タイプ C 同士の、こちら充電ケーブルという風になっておりますんでね。はい。まあ、これはね、かなり早いと思います。はい。じゃあ次はですね、こちらになります。はい。これね、481円です。で、これは何かと言いますと、これもね、USB 関係なんですけども、一つのアダプターでいろんなものが使えるってやつですね。まあ、これに似てるんですけども、これはね、もう一体化されてます。で、USB 3.0 ついてますね。はい。USB 3.0。あと、こちら、タイプ C と、ライトニングコネクタと、あと、マイクロ USB、これがついてますので、まあ、例えばね、こうやって iPhone にこう挿したりとかっていうことができます。まあ、例えばね、こういったUSB のね、メモリーとか、まあ、こういったものを挿すと、いろんなものからね、こういったデータにアクセスできる。まあ、ワンタッチでね、コネクタとしてデータ転送がね、USB 3.0 ってなってましたんでね。はい。まあ、そんな感じでね、使うことができるものになります。はい、じゃあ次はですね、はい、こちらになります。これ542円となっております。購入時で542円。で、これ何かと言いますと、ちょっと前から欲しかったんですけども、こういうの542円で買えるのかな？これ、ヘッドホンの、あれになります。ホルダーっていうかね、ヘッドホンかけるためのホルダーになります。あと、スマホのホルダーもね、ちょっと兼用してまして、ちょっと試しにね、組んでみます。はい。で、これがですね、スマホと、ヘッドホンをね、こうかけるためのスタンドになります。はい。ヘッドセットスタンドという風になってます。試しにね、私のいつも使ってるね、このワイヤレスのヘッドホン、こういったものにかけてみます。そうするとね、こんな感じで、綺麗に収まります。まあ、こういったね、ヘッドホンって結構置く場所困るんですよね。このまま置いててもいいですし、これはね、まだ折りたたみできるんで、邪魔にはならないんですけども、まあ、パソコンデスクの隣とかにね、こんな感じで、ヘッドホンとかね、置いとくとかなりいいかなと思います。それに合わせて、ちょっとね、画面向こうにしますけど、こんな感じでね、スマホを置いたりとかできるようになっております。ちゃんとね、ここに溝がついてね、スマホとかね、こうかけれるようになってますんでね、かなり便利だと思います。はい。これはね、ちょっとね、自宅でパソコンデスクの方にね、ヘッドホン毎日使いますんでね、動画編集するときとかね、使いますんでね、こういったものがあるとかなり収納に便利かなと思います。次がですね、こちら588円となります。これ USB Type-C の、通信ケーブルというふうになっております。USB 3.2、20ギガ、はいはい、の 8K ですね。8K 対応の、ケーブル、通信ケーブルという風になります。うわ、すげえ。これこんな金額でかいの？ 8K のね、USB 3.2、20ギガっていうことは USB 3.2 Gen 2×2 ですね、これ。20ギガ BPS。という風になっておりますね。8K。これどういうのに使うかというと、普通にね、Type-C のデータ転送でも使えますし、8K なんでね、最近MacBook 系とかかな。あと、
タブレットとかね、タイプ C で映像出力できるやつありますよね。私持ってるパソコンだとね、USB Type-C で出力できる、映像出力できるね、パソコンないんですけども、最近のはね、USB Type-C だけで HDMI ケーブルとか使わないでデータ転送とかね、あと、画面のね、モニター表示できるやつありますんでね、そういったものに使えるやつです。はい、これめちゃくちゃ安いです。で、これもね、1メーターかな ?1 メーターなんですけども、配線も、ちょっとね、柔らかいタイプですね。はい。こんな感じのね、柔らかいタイプになっておりますんで、少し硬さはありますけどね。はい。こんな感じで収納しやすいものですね。はい。これかなり激アツですね。はい。で、こちらね、100W 充電に対応しているということですので、iPhone だね、最近のね、新しい iPhone ね、15だとかね、そういったものですと、これで充電ができるようになります。100W 充電対応というふうになっておりますんでね、高速データ通信ケーブルと充電ができます。はい、これ1個あればもう十分かな。最近 Type-C ですね。両方 Type-C のバージョンはこちらになります。はい、次これですね。はい、これ597円というふうになっております。で、この597円、これ何かと言いますと、ちょっとね、ちなみに今回選んだ商品はレビューがかなり評価高いものばっかりちょっと選んでみました。ちょっとね、買ってもう使わないとかちょっと困るものね、これ買ったけど結局使わないっていうね、なんかこう無駄な買い物をしたくなかったので、かなり評価が高いものを買ってみました。はい。で、新しいものもね、評価が少ないものも今回買ってみたんですが、こういったものとかで、かなり評価高いものありましたんで、これを買ってみました。で、これ何かと言いますと、はい、もちろんこれは電卓になります。はい。これね、電卓できます。で、すごいのがね、この隣なんですけども、メモ帳がついております。で、どういうメモ帳かと言いますと、ここにね、ペンがついてて、はい。こんな感じでね、メモができるんですよね。はい。例えばね、こうやって1920。例えばこう計算したものとかをね、こういうふうに書いておいて、薄いちょっとね、緑色のような感じで、表示されます。で、例えばここで計算して一回ね、これね、ボタンを押すとね、消えますんでね。はい、すごいですね。はい。で、例えば計算して、例えばこういうふうに出ましたね。1245とかね。はい。で、また計算してね、またこういうふうに計算したらいろいろ数字が出てきましたということで、こういうふうにね、メモっとくことができます。はい。よくね、電卓ですとここにプラスとかマイナスとかメモリーをね、記憶できる機能ありますけどね、あれ結構使ってる人少ないと思うんですね。ちょっと自分もあんま使ったことないんですけども、ただこうやってメモっておけば、それを例えば最後に足してったりとか、ちょっと複雑な計算をするときとかね、あとほんとメモ帳代わりで、これをさっと取り出してね、これでこう、一回リセットして、で、ここからね、もう一回書き出すという風な、感じで使えます。これめちゃくちゃ便利です。で、これはね、ボタン電池使えますんでね、なくなってもね、ボタン電池買えば、すぐに使えます。はい。この大きさです。もうメモ帳サイズですね。はい。ポケットにも入れておけると思います。これかなり便利です。で、評価もね、結構高かったですんでね。はい。で次がね、こちらになります。これ2つともね、同じものになるんですが、これ何かと言いますと、はい。これはね、ちょっと初めて見ました。はい。これがですね、わかりますかね？これ iPhone のライトニングコネクターですね。はい。で、これはね、色違いで買いました。金額の方が、黒がね、685円でした。で、こっちがね、693円でしたね。はい。ただ色違いなだけなんですけどね。これシルバーです。はい。なんかちょっとシルバーの方がかっこいいかな。こんな感じでね、黒とシルバーがあって、で、こういう風になんかこう、なくさないようにキーホルダーみたくするのかな。こういった感じでね、キーホルダーにかけたりすることができます。で、これ何かと言いますと、こういったメモリーカードね、はい、SD カードです。このマイクロ SD カードをここに挿しておいて、で、こういう風に iPhone にね、挿すと。で、これがどうなるかっていうと、はい、じゃあ試しにね、これデジカメでね、一個ちょっと写真を撮ってみます。で、撮った写真をこの SD カードに入れて、で、これをね、ちょっと iPhone にね、繋いでみます。
はい、そうすると、今撮ったやつがですね、こうやって表示できます。これがですね、はい、今ね、デジカメで撮ったやつが、この SD カードをつけるとすぐさまね、この iPhone に入れることができます。はい。これすごいですね。はい、じゃあ次がですね、これです。はい、これ1373円でした。で、これ何かと言いますと、これちょっとパソコンとは関係ないんですが、ライトですね。ちょっとライトを買ってみました。で、センサーライトなんですけれども、USB 充電式のセンサーライトということで、ここに両面テープが貼ってあってね、こうやってこう壁とかに貼ったりとかして、こんな感じでね、壁とかに貼ったりとかすると、こうやってライトがね、LED がつくというものですね。ちょっと入れてみます。はい。で、ここにね、スイッチありますんでね。長押しすると、はい、色が変わります。これ真っ白の色ですね。はい。こんな感じで、結構明るいね。あと、点滅とかですね、できますんで、はい。あと、センサーライトなんでね、もちろんセンサーもついてます。はい。色変更。これがね、ここにくるくるっていうマークがありますんでね。はい。これを押すとね、色変更。この暖色と、これ真っ白ですね。はい。で、これが白と暖色混ざった色。あと、これが暖色のみっていう風にね、ちょっと3段階の切り替えがあります。はい。はい。じゃあ今消えましたんでね。はい。じゃあこれでセンサーが、もうこれだけで光りました。なりますね、ちゃんと。めちゃくちゃ明るいんですよ。はい。なので、例えばこの、プレハブのね、この入り口のところにね、電気を消して帰るときとか結構真っ暗なんですけども、まあそういったとき、いつもスマホの電気使ってね、靴履いたりするんですが、そういったときにね、これ上に入れとけば点灯できます。あと、例えば外の物置とかね、そういったところの中とかに入れとくと、ドア開けた時にね、だいたい電気ついてないと思いますんでね、物置とか。まあそういったところにこう入れておくとね、かなり明るくなりますんで、中で作業する時とか便利だと思います。はい、じゃあ次ですね。はい、これ、パソコン周辺パーツになります。これ USB のマイクですね。これもね、結構レビューの評判が高くて、1622円でした。購入時ね。はい。かっこいいね。USB2.0、ちゃんとスポンジもついてきて、USB もついてきて、USB でね、Type-C ですね。はい。これで、パソコンにつないであげると、これでマイクが拾えるというものになります。はい。今ちょっとね、パソコン準備してないので、後でね、ちょっと使ってみたいと思います。なんか結構ね、評価が良くて、まあ、激安だったんでね、これ試しに買ってみました。まあ私はね、撮影でマイク使うってことはあんまりないんですけども、まあ後でアフレコ入れたりとかね、ちょっとこう撮影した後に説明をね、入れたりする場合もね、やっぱり必要になってくると思いますんで、そういった時にね、こういったものを使えるかなと思います。ちょっと自分ヘッドセットのマイクしかなかったんでね、こういったちょっと本格的ってわけじゃないんだけども、まあ、USB マイクあるとね、結構使えるかなと思って、ちょっと試しにね、これ買ってみました。はい。はい、じゃあ物がね、ちょっとたくさん増えてきたんでね、一回片付けました。次はね、こちらになります。で、これ何かと言いますと、モニタースタンドですね。モニタースタンド3881円となります。で、今、説明している購入時の価格があるんですが、これはね、変動します。で、テムの場合ね、よく見てると常に変動しますんで、安くなったり、高くなったりね、結構変動しますんでね、あくまで購入時の価格は参考程度にね、聞いていただければと思います。何百円何千円単位でね、変わる場合があります。ちなみにこれ買った後ね、結構安いなと思って買ったんですけどね、その後にね、金額結構上がってましたんでね、ちょっと今いくらかちょっとわかんないですけどもね、買った時3881円ですね。はい。で、これ何かと言いますと、ちょっと開けてみます。若干ちょっと箱がね、潰れてますが、これがね、ちょっと欲しくて買ってみたんですが、はい。説明書が入ってますが、日本語はないです。で、これ何かというと、モニタースタンドですね。その名の通りモニタースタンドというふうになります。で、どういう時に使うかというと、パソコンのモニターをね、これで上げるんですね。こうやって開いてかさ上げするんです。この上に。で、そうすると、もう高さをね、上げれるやつですね。で、パソコンとかでモニターをこうやって置いて高さを上げることができます。で、通常は私もなんですが、パソコンデスクにパソコンのモニターを置くと低いんですね。なので、これ一回撤去します。
そういった時にですね、これがあるとかなり便利になります。で、こういったノートパソコンね。はい。これ14インチのノートパソコンなんですがね、私がいつも仕事で使ってるやつですね。はい。ノートパソコンもできます。こうやって。はい。でね、こうやって開けることができますんでね。はい。で、ノートパソコンをやるときもこうやって台に置いてすることができますんで、こうやってね、パソコンを打ってるときに、大体の人はね、こう高さが足りないんですね。で、パソコンデスクに置いて、こういうふうに、会社の机とかで、置いて、ノートパソコンいじったり、デスクトップのパソコンをね、いじったりすると結構下向きになりますんでね。これがあるとかなり首は楽になると思います。はい。で、これがね、こうやってちょっと小物を入れたりすることができます。で、あとは、これがね、先ほどと同じようなスマホスタンドですね。はい。っていう風になりますんで、ここにスマホを置きながら、これパソコンをやってとかね、そういった感じでできますんで、これとても便利だと思います。例えばこういった USB メモリとかこうやって入れといて収納したりとかね、問題起きてない、なんだこれ。っていう風にね、することができます。はい。で、もっとね、高さ上がりますんでね。上がるっていうか、こう広げれますんでね。デスクトップモニター用と、あとノートパソコン用でこうやることができます。で、もう一つがね、これ USB がね、付属してきてます。で、これ何かと言いますと、ちょっとやってみます。後ろにね、挿すとこがありますんで、ここに挿してみます。はい、そうすると、こうやってね、光らせることができます。これすごいね、なんかゲーミングデスクとかによく使うようなやつですね。はい。で、これで、色を変えたりできます。単色とかね。はい。これ流れたりとかね。なんかちょっと派手だね。あんまここまでいらないんだけども。なんか白とかあればいいんだけどね。白ないのかな。白なさそうですね。こんな感じでね、色とかをこう変えたりして、で、ここにね、USB のジャックがついてます。はい、これ見た感じ、USB 3.0 対応ですね。なので、ここにね、USB の 3.0 ケーブルですね、これ。はい。これが付属してきてますんで、後ろにこれを挿してあげると、USB ハブがここにできるとね、すごいものになってます。これいいんじゃないですかね。パソコン、例えばノートパソコンとかね、デスクトップ使ってる方で、わざわざね、この下のパソコンの方に USB のメモリ挿したりとか、ここから充電したりとかするときにね、わざわざパソコンに挿さなくても、もうここでね、ハブができてますんで、ここに挿しながらできるということですね。はい。これとても便利だと思います。これ多分ね、自宅の編集パソコン域になると思います。はい。これはね、ちょっと使おうかなと思います。はい、じゃあ次行きます。次、これですね。はい。これなんて読むのかな。検索したらね、結構出てきました。結構有名なところのメーカーなんですけれども、eGet っていうのかな。はい。こんなアルファベット eGet っていうのかな。だと思います。で、これ何かというと、ポータブル SSD になります。で、SSD って皆さんわかると思うんですが、ハードディスクとか SSD って言いますが、これは SSD です。めちゃくちゃ速いやつですね。タイプ C3.2 となっておりますので、これは速いやつですね。タイプ C3.2 ですんでね。これ速いやつ。で、ミニ SSD ということで、M7 ポータブル、SSD と書いてますね。はい。容量の方は 512GB ですね。はい。512GB。タイプ C3.2 となってますんで、これ相当速さがね、期待できると思います。で、これ商品ページ見ると確かね、M.2 の基板のタイプのね、SSD が入ってます。で、SATA 接続だったと思います。で、SATA 接続の、SSD がこの中に入ってて、で、それを USB Type-C で接続できるという風になってます。よくね、M.2 の SSD のケースとかね、たまに売ってますけど、それがね、もう一体化したような、タイプになると思います。はい。eGet っていうのかな。はい。これです。ちょっと後で試しにね、どれぐらいのスピード出てるかやってみます。で、これに Type-C の、高速用のね、ケーブルがついてきてますんで、Type-C と、あとこれね、Type-A にもなんだね。はい、こんな感じで。USB がね、ちゃんと 3.0 タイプになってます。USB Type-C の 3.2 ということで、これ速さがね、めちゃくちゃ速いやつになりますね。はい。これね、ちょっと後で試してみます。めちゃくちゃ
軽くて持ち運びしやすいです。ノートパソコンとかのね、バッグとかにね、1個入れとくと相当使いやすいかなと思います。ちょっとこれ後でね、検証してみます。ではね、ちょっと次に行ってみます。はい、じゃあ次なんですが、7599円。で、何かと言いますと、はい、この机です。で、これパソコンデスクなんですけれども、こんな感じで、テーブル、机とですね、あとここにこう小物を載せれるような棚がついてきてます。これね、めんどくさいんで、もう最初に組んでありますけども、バラバラの状態で来て、組みます。で、こういったアイアンの金属製のね、アイアンで、こういった天板と、ですね。はい。で、こういう小物付きのものになります。パソコンデスクとしては、ちょっと小ぶりですけれども、こうやってね、モニターを置いたりとか、そこにポータブル電源置いてますけども、とか、パソコンね、こうやってやるときとかね、はい、相当便利だと思いますね。はい。で、めちゃくちゃ安いです。自宅でもね、これより2回りぐらい大きいパソコンデスク使ってるんですけど、同じようなね、こういったシンプルなものを使ってます。はい。なのでね、これちょっと山小屋で、ここでね、使おうかと思ったんですが、ちょっともったいなすぎて、もしかしたら自宅にね、セカンドデスクとしてね、使う可能性もあります。これ7599円というふうになっております。はい。これめちゃくちゃね、なんか軽くて使いやすくて、で、そこそこしっかりしてますけども、そこまで頑丈かというと、ちょっとこういう風にブレますんでね。はい。そんぐらいの作りになってます。価格相応って感じですね。はい。はい。じゃあ次がですね、ちょっと値段がね、一気に上がります。はい。11,577 円ということで、何かと言いますと、これ一旦下ろします。はい、じゃじゃーんと、こちらになります。はい、金額の方が 11,577 円。で、これ何かと言いますと、はい、ここに書いてあります通り、ポータブルモニターとなります。なんかね、テムのサイト見てると、このポータブルモニターが異様に多いんですね。で、今回その中でも結構安めのやつで、性能もそこそこありそうなやつを選んでみました。はい。ちゃんとエアパッキンに包まれてます。あと説明書ですね。説明書の方がこうやってついてきてます。日本語説明書もちゃんとありますね。で、仕様の方はですね、フル HD ですね。フル HD の、解像度という風になっております。フル HD1080p のね、フル HD。大きさがね、15.6 インチということで、これはですね、ノートパソコン、通常の大きいタイプのノートパソコンと同じです。15.6 インチ。で、IPS パネルということでね、バックライトの方が LED という風になっております。はい。いや、これね、めちゃくちゃちょっと楽しみにしてたんですが、ちょっと試しにね、使ってみたいと思います。で、ここにね、ケーブル関係、Type-C ケーブルと、あと HDMI、ミニ HDMI ケーブル。こういったもの入ってきてます。はい、あとディスプレイホルダーってこれなんだろう。はい、ホルダーですね。ディスプレイを単体で使うときの、斜めにかけるためのホルダーになりますね。こうやってね。はい。なります。ちょっと今回はね、これちょっとなしでやってみます。一度ね、試しにね、使ってます。ちゃんとね、映像がね、映るかどうか試しにね、レビュー前に使ってますんで。はい。で、Type-C ケーブルの場合は、これです。先ほどみたいな同じやつですね。Type-C の、両方 Type-C になったやつ。何に使うかというと、ゲームとかで Type-C がついてるゲームだと、このポータブルモニターの方に直接出力できます。あとパソコンで、例えばね、ここに Type-C の挿すところがありますね。こういう風にね。はい、これ Type-C です。このパソコンは Type-C の映像出力対応してないんですけれども、Mac 系とかはね、Mac とかはね、だいたい Type-C とかで映像出力対応してるのかな。で、最近のノートパソコンも多分 Type-C で映像出力とか対応してると思います。ので、そういう場合は、このケーブル1本あれば、電源と映像出力がこれ1本でできます。っていう優れものですね。で、私の環境ではちょっとそれができないので、その場合にどうするかというと、これですね。はい、HDMI ケーブル。これを使います。で、Type-A と Type-C ケーブル。これも使います。はい。これが、ミニ HDMI ケーブルと、これですね。はい。と、あと、通常の HDMI ケーブル。これで変換します。ので、試しにね、ちょっとこれを使ってやってみたいと思います。
はい。じゃあ、本体の方ですね。こちらになります。ちょっとね、もうカメラの後ろがもう物がね、大変なことになってますんでね。はい。ちょっとお見せできないんですが、すごいことになってます。はい。じゃあ、早速開いてみます。で、もちろんこれスピーカーついてます。ここにね。はい。左右にスピーカーがついてますんで、ちゃんと音も鳴ります。こんな感じで、スタンドにすることができますね。はい。で、ここは磁石でこうくっつきますんで、簡単にね、合わせることができます。で、角度はね、無段階ですね。はい、こうやって、はい。はい、こういう風にね、無段階で調整することができます。ここはちょっとシリコンみたく滑り止めになってるんでね、一応こう溝はあるんですけども、溝で止めることもできますし、ちょっと寝かしてね、やることもできますし、中途半端で止めることもできます。はい、こんな感じですね。はい。で、保護フィルム貼ってますんでね、これちょっと外してみたいと思います。これ最初ね、光沢液晶かと思ったら、この保護フィルムのせいでしたね。これノングレアです。ノングレアの非光沢液晶ですね。はい。これ撮影に優しいやつですね。顔が映んないやつね。はい。なので、こんな感じで、非光沢液晶という風になっております。フル HD の解像度ですね。になっておりますんで、十分な性能はあると思います。じゃあ試しにこれを使ってみたいと思います。はい。じゃあちょっと今、高確認しまして、撮影しました。で、ノートパソコンの方ちょっと起動させてみましたんで、これとこれをね、ちょっと繋いでみたいと思います。はい。で、HDMI 出力がついてますんで、まずノートパソコンの方の HDMI 出力に挿します。はい。で、その後にですね、このポータブルモニターの、ここにね、挿すところがあります。HDMI と Type-C、あと電源の USB Type-C があります。ので、ちょっと今回の場合は、配線を2つ使います。先ほどみたいに Type-C の映像出力がついてないんでね、2つ使います。で、もう一つは、Type-A から Type-C に変換するケーブルがついてますので、これを電源として使います。はい、そうすると、はい、つきました。ちょっとケーブルが邪魔だな。いや、これとても綺麗です。一回もちろんね、動作確認してるんですが、めちゃくちゃ綺麗です、これ。IPS 液晶で、ノングレア非光沢の液晶ですね。で、今、ね、同じ画面を2つ出してます。で、こっちでね、調整できるんだっけかな。できますね。はい。で、マウスか。はい、ここで、例えば拡張してあげるとかすると、例えばここにあるフォルダを今ここに持ってきて、こうやるとこっちに持ってくるとね。はい。これ2画面のやり方ですね。はい。にできます。で、フル HD なので、これかなりね、表示が細かくできます。ノートパソコン大体最近のはフル HD で 1080p の、解像度持ってますが、1080p の解像度だとかなりね、これわかるかな？はい。こんな感じでね、小さくできます。はい。で、これを今度こっちに戻してあげると、はい、こっちに移動することができますね。こうやってね。はい。で、こういう使い方ができます。もちろんね、同じ画面を2つ出すってこともできますんで、その場合は複製にしてあげると、同じものが2つできます。はい。これめちゃくちゃ便利です。で、例えばですけども、今ここにデスクトップのパソコンがあるんですね。で、このデスクトップのパソコンをこれにつないで、通常のモニター代わりにすることができます。で、今まではね、先ほどのテレビみたいなやつ、このプレハブに余ってたやつだからそれ使ってたんですけども、あんまり画質が良くないんでね、こっちの方がめちゃくちゃ画質いいです。はい。ので、あとは明るさ調整とかね、こんな感じで明るさ調整、今明るさマックスに試しにしてみたんですが、これが明るさマックスですね。はい。で、明るさをね、こうやってこう下げることもできますんでね。今下げてますね。こんな感じで下げることができますんで、自分のちょうど見やすいところにね、下げてあげるといいかなと思います。はい。で、あと気になるのはですね、今ノートパソコンじゃなくて、今足元にあるデスクトップのこの山用のね、サブ PC というかね、パソコンがあるんですけども、それをね、ちょっと繋いでみました。
で、これちょっとね、試してみたいんですが、この電源として USB を使いますんで、これモバイルバッテリーとか使えるのかちょっとやってみます。いけんのかなあ、いけた。はい、これ今モバイルバッテリーで電源をつないで、モニター動かしてます。あ、すごいね、これ。これはすごいですね。単体で動かせますね。はい、ちゃんと映ってます。はい、フル HD なのでね、かなり解像度もね、いい感じです。はい。表示が小さくてね。で、まずちょっと見てみたいのがですね、今デスクトップこれグラフィックカード入ってるんで、ちょっとこのモニターの詳細を見てみたいと思います。で、まずね、大事なのは、これですね。はい。はい。HDCP ステータスの表示ということで、これ HDCP 対応してますですね。はい。サポートしてますというふうになっておりますので、グラフィックカード、パソコン本体と、あとこのモニターとですね、HDCP に対応していれば HDCP 対応のコンテンツが見れます。これ著作権とかの問題でちょっと見れないやつがあるんですが、これ HDCP 対応していれば見ることができますんで、ちょっとその辺詳しいことはね、あと、いろいろ調べていただくとわかると思いますが、これはちゃんと HDCP 対応しております。はい。で、次がですね、HDR ですね。HDR 対応してるかっていうのが見れるんですけども、これちょっとやってみます。HDR 対応してますね。ちゃんとここ、はい。ここの部分がね、ちゃんと HDR ストリーミングハイということで、HDR 使用しますということになっておりますので、HDR 対応というふうになりますね。はい。すごいですね。大体一通りの、機能はね、ついております。HDR ちょっとオフにしとくか。はい。ということで、このモバイルモニターね。はい。このモバイルモニター。ポータブルモニターでしょうかね。はい。1920-1080p の、フル HD の解像度で表示ができます。で、電源と、あと HDMI ケーブルをつなげばできます。あと USB Type-C で映像出力があるパソコンに関しては、それ1本だけでね、もうできるみたいですんで、かなり十分な機能だと思います。はい。それじゃあ試しにですね、先ほどのこの eGet のね、ポータブル SSD、これのね、ちょっと速さを見てみたいと思います。Type-C でね、ちょっと接続してみます。はい。で、この中に動画ファイルを1個入れてきましたので、これがどれぐらいのスピードで、こちらのパソコンにコピーできるかね、これちょっと見てみます。容量は 22.7 ギガ。これね、私 YouTube の撮影で使った動画ファイルなんですけども、これで、一つの動画でですね、22.7 ギガとなってます。このパソコンをね、ちょっとやってみます。はい、移動しました。はい、速さ。はい、見えますかね。350ぐらい出てます。これめちゃくちゃ速いですね。あれこれ、60秒ってこれ1分ぐらいで終わっちゃうの？いや、すごい。だいたいね、USB メモリーとか、あと、マイクロ SD カードね、私 GoPro で大体撮影しますんで、USB メモリーとかはあんまり遅いので使わないんですけども、例えば SD カードをね、こういった SD カード、マイクロ SD カードとか読めるやつにさしてね、こうやってパソコンに読ませますよね。で、パソコンにこれを入れるんですけども、だいたいね、100メガ前後ですね。はい。1秒間に100メガ前後。で、これ今350出てますんで、3.5 倍の速さです。はい。これめちゃくちゃ速いです。で、一応500ギガですんでね、問題なくできます。あと10秒ですね。はい。あっという間に終わります。はい、完了しました。はい、ちゃんと開けますね。はい、すごい。これはめちゃくちゃすごい早いです。大体速さは分かってたんですが、これめちゃくちゃ速いですね。はい、ここね、22.7 ギガを今コピーできました。だいたい1分ぐらいですね。はい、めちゃくちゃ速い。はい、それじゃあですね、ちょっと動画を確認したら、一番最後のね、こちらの商品、ちょっと動画がね、エラーで撮れてなかったのでね、ちょっともう一回撮り直してます。で、これがね、最後の商品になります。金額が 12,703 円となります。で、これ何かと言いますと、アクションカメラ用のジンバルなんですね。
で、ジンバルっていうのはね、まあ皆さんわかる方いると思うんですが、こう手ブレ補正というかね、歩ったり走ったりした時にこうブレブレになる、振動をこれで吸収して、まあ滑らかな映像を作れるってね、まあよくドローンとかにもついてますけれども、そういった動画が撮れるっていうものになります。で、今回 GoPro 用のね、ジンバルを頼みました。で、これがですね、インキーですね。インキーファルコンプラスってことで、これね、結構有名なやつです。で、今回、商品ページの方にね、このインキープラスっていうのは書いてなかったんですね。で、おそらくまあ偽物か、まあ、どっかのね、安物かなと思って買ってみたんですが、なんと届いたらね、インキーファルコンプラスでした。はい。ということで、ちょっと中身ね、開けていきたいと思います。はい。で、ジンバル本体が、これです。はい。これがジンバル。今ちょっとブラブラしてますけどね。はい。で、あとこちら収納ケースの方がね、ついてきてます。これは便利ですね。はい。あとはですね、こちら三脚の方がついてきてまして、で、ここにね、三脚をつけて、こう立てることができると、いったものになっております。で、これ試しにね、ちょっと GoPro の方をつけてみたいと思います。で、あらかじめね、もうすでにバランスは取ってあります。で、バランス取りが何かと言いますと、この何もしてない状態でね、カメラが水平になるように調整してあげないといけないんですね。で、そうしないと、ジンバルのモーターにね、負担がかかりますんで、はい。まあまあ、大体こんな感じでしょうかね。はい。バランスはね、もう最初に調整してあります。まあ、こんな感じでしょうかね。はい。で、何もしてない状態で、こう、水平になってれば、まあ、大体 OK という感じですね。はい。まあ、こんな感じです。で、試しにね、これ、電源を入れてみます。はい、そうすると、これがですね、ジンバルを常に水平に保ってくれる。まあ、今ちょっとパンフォローっていうモードになってますけども、パンフォローっていうのは、こう横にやった時だけ追従してくれます。こういうふうにね。で、それ以外の、縦とか横のね、ブレ、こちらの方は全部モーターで吸収してくれるっていう優れものになります。ので、まあ、走ってね、こうブレブレになったとしても、こう横から見ると分かるんですが、まあ、GoPro がね、こういう風にずっと水平を維持してくれるので、まあ、滑らかなね、動画を撮ることができるというものです。はい。これね、欲しかった、GoPro 純正でね、手ブレ補正が強力なものがついてるんですが、これがあるとね、さらに滑らかな映像が撮れます。まあ、YouTube とかね、まあ、Vlog やってる方とか結構使われる方が多いんですが、スマホジンバルとかも最近ありますんでね、これをちょっと GoPro 用でね、まあ、アクションカメラ用でちょっと買ってみました。じゃあこれをね、まあ、実際に動画を見てみないとわからないと思いますので、外でね、ちょっと試しに動画を撮ってみますので、そちらの方をね、ご覧いただければと思います。はい、これすごい。はい、ちょっとね、今ね、あいにくの外は雨なんですが、今ね、こんな感じです。はい、ちょっと走ってみます。はい、こんな感じ。でね、ちょっと手をね、動かします。今動かしてます。はい、だいたい水平維持ですね。こんな感じで。はい、で、横にはね、ちゃんとこうやって向いてくれます。はい、とてもね、スムーズに動きます。今ね、GoPro の方の手ブレ補正っていう強力なのも入ってるので、ちょっとそれをね、オフにしてもう一回やってみます。はい、じゃあ今ね、GoPro の手ブレ補正をオフにしました。はい、じゃあこれ今ジンバルだけですね。はい。こんな感じです。はい。で、この手元にね、スティックがあって、カメラをね、こうボタンで、こう右とか左とかね、こういう風に、あと上とかね、はい。これができます。これ手で動かしてないです。今ボタン操作してます。はい。こんな感じでね、とても安定した映像が撮れるっていうのが、このジンバルになります。これものすごいね。これはおそらくね、これからの撮影でバンバン使えますんでね。はい。ブレッブレのね、動画が撮れなくて、これで済むという風にね、なっておりますんで、とてもいい商品です。はい。じゃあちょっと中に戻ります。すごいね、ゴミの量ね。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、ちょっとパソコン周り、あとガジェット系のね、ちょっと商品を買って紹介してみました。私もやっぱね、YouTube やってると、やっぱどうしてもパソコン関係とかね、その周りのいろいろ周辺パーツがね、必要になってきたりとか、あとこういった
速い速度のね、データ移行ができるものとかね。動画ファイルって、この動画もなんですけども、いつもね、動画ファイルって大体ね、2、30ギガいくんですね。1個の動画で。なので、そういったものをね、パソコンに転送して、そこからパソコンで編集するんですけども、かなりハイスペックなパソコンじゃないと編集もできないです。大体 YouTube やってる方はね、そこら辺詳しいのでね、自作パソコンね、私も自作パソコン使いますけども、自作パソコンとかね、ゲーミングパソコンとかね、そういったものを使われる方がね、大体多いんじゃないでしょうかね。はい。そうしないとね、ちょっと動画編集の重さにはね、ちょっと耐えきれないので、そういったものをね、さらに快適にするようなものをね、今回ちょっと選定してみました。あとちょっと飾りでね、使えるようなこういったものとか、あとね、撮影に使えるね、こういったジンバルとかね、ちょっと購入してみました。はい。じゃあ今回、冒頭でご説明しましたように、私のチャンネル専用のクーポンコードをいただけます。で、今回は 30% オフということで、金額がね、ちょっと私高いものを選ばせていただきました。はい。で、これはね、欲しい方、必要ない方いるかと思いますが、大体予想はついてると思います。まず一つ目はですね、はい。このポータブルモニターね、こちらの方を、30% オフにしたいと思います。で、今回2点まで選べますんでね、もう一つ。で、高いものね、はい、これです。はい、インキーファルコン、このプラスですね、はい。こちらをね、今回 30% オフにしたいと思います。あと15,000円オフクーポンの方もね、貼り付けしておきます。で、返品の方ももちろん可能ですし、こちらのクーポンコードはですね、時間制限がございますので、24時間以内にね、購入しないと、無効となってしまいますので、そちらの方だけお気をつけいただければと思います。はい。今回ね、結構買いましたね。はい。で、パソコン周りのね、あとケーブル関係とか結構安いですんでね、このワット数表示が出るね、優れたものとか、高速通信ができるものとかね、あと 8K 対応のね、USB Type-C ケーブルとか、そういったものをね、ご紹介しました。あとこういったね、あると便利なアダプターセットとかね、こういったものもね、かなり持っておくと、いろいろと使えると思いますんでね、よろしければね、リンクの方見ていただければと思います。また次回ね、同じような動画あればいいんですけれども、今回もね、ちょっと2回目の、テムとのね、タイアップ動画ということでやらせていただきました。いろんな商品結構ありますし、最近見てるとね、ちょっと止まらなくなってきて、いろんなものがね、出てきます。中国製、アメリカ製いろいろありますけどね、日本製の製品も、多少出ております。よろしければね、他の、通販サイトもありますけども、テム結構、ね、安いですんで、見ての通りね、全部商品必ず届きます。1週間前後で必ず届きますんで、結構ね、心配される方もいらっしゃるかと思いますけどもね、安心してね、購入できるサイトになっておりますので、よろしければね、覗いていただければと思います。はい、じゃあ今回はね、テムでちょっとお買い物してみた、商品をね、紹介してみたということで、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。